は西北の風、風力は3、晴れ、素晴らしい満月の夜になるでしょう。こんにちは、メイです。今回は久しぶりにハピパラで魔女の宅急便の導入部分を作っていきます。どんな風に作っているのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは部屋から作っていきます。家の中のモデルはキキの実家沖ノ邸です。それではお部屋の概要です。部屋の大きさは 6×8。窓はありでエントランスは一番左。ライトは白で真ん中寄りの明るさ。環境音はなしです。壁紙と床の詳細です。左以外窓がたくさんある温室のような部屋なので、白い窓の壁。調合側はよく見えなかったのですが、グレーっぽいレンガの壁でした。映画内で床は描かれていなかったのですが、ジブリパークの沖の邸はテラコッタタイルです。右奥の調合室から作っていきます。窓がいらないので大理石の柱で隠していきます。パッと見火も扱えそうな場所だったので、ガラス窓の隣だと危ないですよね。草とか葉っぱとかしまってありそうなヴィンテージなチェスト。かまじいも沖野さんも御用達ですね。壁まで引き出しを取り付けたかったですね。調合中の机とキッチン。集まりの家具だとこれが一番近いような気がしています。お城の門で部屋を開けます。間取り図などの情報がなかったので、映画で見た感じをそのまま再現中。左奥のおばあちゃんのドーラさんが座っていたスペースを作ります。ドーラさんはリウマチを患っているおばあちゃんです。背もたれのあるラタンな椅子に優雅に座っていらっしゃるので、ピーコックチェアで代用します。調合室はフローリングなのでフローリングデッキを敷いていきます。こちらは家の一部という認識だからフローリングなのかという推測などをしています。右手前を作ります。現代でいう通り抜けできるパントリー的な感じで所狭しと草が置いてあります。今回は制作所の都合により通り抜けできません。映画だと完全に壁ですが、マス状の都合のためお城の門を使っています。部屋の周りをモリモリの花で囲いたいのですが、できる範囲で植物を持っていきます。こんなに置いていますが、まだまだ足りませんね。ノルディックなローボードとカウンター L を使って高さ出しをしています。床置き部分は完成です。合いそうな植物全部置いてやったみたいな感じの部屋ができました。次も所狭しと壁と天井に飾り付けていきます。ドライフラワーのガーランド、これ天井からぶら下げたいですね。壁掛けの葉っぱはハンギングテラリウムに見立てています。壁や天井からぶら下げるタイプの草ですね。そう見えるようにジグザグにしながら壁に飾っていきます。白い壁には赤色の壁掛けの葉っぱは使いません。ウツボカズラとヤシのプランターもくっつけていきます。ごちゃついてきましたね。調合室がある方の壁も同じように飾り付けていきます。こちらは壁紙が暗いので赤色の壁掛けの葉っぱもくっつけていきます。魔女の宅急便がジブリの中で一番好きな作品なので、年に1回は必ず見ています。皆さんの好きなジブリは何ですか？よかったらコメントしてくださいね。天井も飾り付けていきます。吊るし棚をお城の門の上に飾って壁との隙間を少しだけ埋めていきます。ないよりあった方がいい、大は小を兼ねる理論で生きています。暗くなりがちな手元を照らしていきましょう。写真で見せたいところが光っていた方が綺麗に撮れる率が上がりますからね。鶴のガーランドや吊り下がる光苔を飾っていきます。光苔はパッと見小さな花に見えなくもないので黄色とかも入れちゃいます。これでお部屋の完成です。キキの実家沖の邸ができました。次は庭を作っていきます。全体も20秒ほど無言で見せるのでご興味がある方はご覧ください。庭を作っていきます。沖の邸はこんな感じの外観をしています。草に覆われてよく見えませんが、公式設定によると屋根はオレンジ、外壁は白、下の方はレンガです。まずは家を拡張していきます。オレンジの屋根がないので赤で代用します。中線の街並みの方はオレンジの屋根を使います。御用聞き看板を立てます。入り口の横にあるんですよね。窓をつけていきます。原作無視の茶色の窓枠ですね。気になるので後で白くします。
薪保管用の小さな小屋、こちらは緑にします。ですがここもまた変えます。薪保管庫の前に樽、その横に白樺の木、島と練り子で代用します。家の横に車庫らしき倉庫があるのでそれを作ります。何色か定かではないですね。ガラスで閉じて扉をつけます。言い方が卵で閉じて味をつけますのようですね。庭側にも木を植えていきます。後ろにたくさん木はあるのですが、手前にもあった方が森感が出やすいです。左にも植えてバランスをとっていきます。ある程度花を植えて、道を作る前の下準備をします。沖の庭は庭が広く、花壇も広いという豪邸っぷりなので、花は必須ですね。映画とジブリパークとはまた違った花壇の形をしているのではないかと思っています。もしかしたら一緒だけど見え方が違うのかもしれないですし、謎が深まりますね。道を作っていきます。階段の色をミスっているので後で直します。今回も道と花や草のマイデザインをお借りしています。ハールを作った時にも紹介しましたが、今をときめくマイデザインですね。SNS でもいろんな方々がこぞって使っているマイデザインです。可愛くて使いたくなっちゃうんですよね。そんな可愛いマイデザインは概要欄に書いてありますので、ぜひチェックしてくださいね。草のマイデザインが自然に馴染むように、花や低木の周りは草の端のマイデザインを使います。小さな花を散らしていきます。色がつくだけでぐっと可愛さがマシマシになりますね。草で全体を覆っていきます。途中で白の花も飾っていきます。ここで登場したのが座布団。草のマイデザインでリメイクをして高さ出し用の台にします。丸太のスツールも高さ出しアイテム。自然とよく馴染むので優秀ですね。緑の落ち葉で不自然な部分を隠していきます。臭いものには蓋をしろ精神で生きているので、飾る時に割と雑な部分が多いんですよね。あんまり完璧を求めないようにゆるく集まりを楽しんでいます。さあやってまいりました草生やしタイム。今日ももりもりと草を生やしていきます。倍速すぎて草の揺れ方がえぐいですね。ここをしっかりと貼って縄張りを主張していきます。小さな花を飾っていきます。花を摘むと手に入るあれですね。階段の色を直して完成ですが、ちょっと窓枠を直しますね。ということで直してきました。窓枠を直したら西部の街並みの色が合わなくなったので別の色にしました。魔女の宅急便の沖の庭を再現する企画はいかがだったでしょうか。ジブリって定期的に見たくなるよねと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。